皆さん、こんにちは。今日は特別な動画です。なぜでしょう？そう、アニメで日本語を学ぶ方法をお話しするからです。楽しみですか？アニメを見るのが好きな人、手を挙げてみてください。きっと多いですよね。でも、アニメは楽しいだけじゃないんです。実は、日本語の勉強にもぴったり。特に日常で使う言葉が学べます。一緒に楽しく学びましょう。最後にレッスンもありますので、どうぞ終わりまで聞いてくださいね。アニメの中の言葉、実は本当の日本人の会話にそっくりなんです。教科書とは全然違いますよね。面白いキャラクターの話し方も聞けるのでいいですね。じゃあ、アニメで学べる日本語の表現を見ていきましょう。準備はいいですか？まずは基本的な挨拶から。おはよう。これは朝の挨拶です。昼間はこんにちは。夜はこんばんはです。これは知ってますよね。でも、ちょっと待って。友達には別の言い方もあるんです。や、や、よ、お疲れって聞いたことありますか？アニメでよく使われていますよね。別れるときは、さようなら。でも、友達には、じゃあね、や、またね、が多いです。どっちが使いやすいですか？次は、日本人の面白い習慣、相槌です。相槌って会話中に使う短い言葉のことです。例えば、うん、そうだね、なるほど。これ使ってみてください。会話がすごく自然になりますよ。質問するときのコツも教えちゃいます。明日は雨だよねって言ってみて。何々だよね。何々じゃない？こんな言い方、かっこいいでしょ？砕けた言い方も覚えましょう。食べちゃったって聞いたら、なんて意味だと思いますか？正解は、食べてしまったです。すごい疲れたは、とても疲れたの意味。使ってみたくなりましたか？さて、ここからが楽しいパートです。感情を表す言葉。嬉しいとき、どんな声を出しますか？日本語なら、やった、最高です。声に出して言ってみてください。気分上がりますよ。反対に、怒っているときは、ムカつく、イライラする。でも、使うときは要注意です。相手を傷つけないように気をつけてくださいね。驚いた時の、え、まさか、ありえない。これ、アニメでよく聞きますね。どんなシーンを思い出しましたか？困った時の、どうしよう、参ったなあ。顔も一緒に練習してみてください。表情も大切ですよ。でも、ちょっと注意。
こういった言葉は場面を選びます。先生や目上の人には使わないでくださいね。失礼になっちゃいます。日本の文化を反映した言葉も学びましょう。つまらないものですが、これ、プレゼントを渡すときに使うんです。でも、本当はいいものを渡すんですよ。面白いでしょう？そろそろ失礼します。これ、帰るときに使う表現です。直接帰りますとは言わないんですよ。婉曲的な言い方で相手の気持ちを考えているんです。少々お待ちください。これ、電話でよく聞きますね。でも、少々と言っても結構長く待つことがあります。少々はしばらくという意味かもしれません。また今度、これ、誘いを断るときに使います。でも本当は、またがないかもしれません。優しく断る方法なんです。これらの表現、最初は混乱するかもしれません。でも、日本人の察する文化を表しているんです。直接的に言わなくても、相手の気持ちを読み取ることを大切にしているんですね。女性と男性で言葉が違うこともあります。女性は私、男性は僕や俺。皆さんはどれを使いたいですか？アニメの中には現実ではあまり使わない言葉もあります。例えば、何々であります。かっこいいけど普段は使わないんです。軍人や侍のキャラクターがよく使いますね。何々なのじゃ。これは老人キャラクターがよく使う言葉です。でも、現実の老人はあまり使いません。面白いけど真似しないでくださいね。わらわ。これは自分のことを指す言葉です。お姫様のキャラクターがよく使います。でも、現代の日本では誰も使いません。アニメの中だけの言葉ですよ。これらの言葉、アニメではよく聞きますよね。でも、日常会話で使うと変に聞こえちゃいます。面白い言葉がたくさんあって楽しいけど、使うときは要注意です。皆さんも気をつけてくださいね。皆さん、次はどんなアニメを見ますか？日本語の新しい表現、見つけたら教えてくださいね。楽しく学べば上達も早いです。一緒に頑張りましょう。今日は有名な言葉を2つ紹介します。猫の手も借りたいと石の上にも3年です。まず、猫の手も借りたい。猫の手って小さくてかわいいですよね。でも、本当に役に立つでしょうか？実は、この言葉はとっても忙しいという意味なんです。あなたには
たくさんの仕事があります。でも、時間が足りません。役に立たない猫でさえ手伝ってほしい。そんな気持ちです。それくらい忙しいんです。例えば、こんな風に使います。今週はレポートがたくさんあって、猫の手も借りたいくらい忙しいです。聞いたことありますか？これを聞いたら、その人がすごく忙しいんだな、とわかりますね。次は、石の上にも3年です。石の上に3年間座っていられますか？辛そうですよね。でも、この言葉の本当の意味は違います。何かを始めたら、すぐに諦めないでという意味です。難しいことでも、長い時間頑張れば、できるようになるという教えなんです。日本語の勉強も同じですね。最初は難しいかもしれません。でも、毎日少しずつ勉強すれば、きっと上手になります。諦めないで続けることが大切なんです。例えば、こんな風に使います。日本語の勉強は難しいけど、石の上にも3年、頑張り続けます。これを聞いたら、その人の決意が伝わってきますね。この2つの言葉、覚えてみませんか？友達や先生に、猫の手も借りたいくらい忙しいですって言ってみてください。きっとびっくりしますよ。毎日の努力がきっと実を結びます。頑張って。応援しています。今日はここまでです。このチャンネルの動画の文章をダウンロードできるようにサイトを作りました。よかったら応援してください。概要欄にリンクを貼っていますので、そこから見てくださいね。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。また次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またね。